全クリートですね、僕はルックタイプのこのモデルをですね愛用しているんですけども、すごく大きな変化を感じる部分がありまして、ペダリング上でですね、こう靴のソール全体を踏んでいくような背屈っていうかかと中心にペダルを入れていくような走りっていうのは割と持久力を使うペダリングとしては好ましいんですけども、それに対してスプリントとかですね、かかりの強いペダリングをする時には逆にかかとが上がって母子球に力がかかるような、かかとが上がるようなペダリングになるんですけども、その両極端のペダリングをこのゼンクリートがですね間を埋めてくれるという表現が合ってるかなと思うんですけども、いわゆる持久力でこう踏んでいきたい、パワーを使っていきたい時にかかとが下がってるのにクリート側は少しこう前に落ちるので、ペダル上はかかとが上がってるのと近い感覚になってですね、入力が速いっていうんですね。かかとが下がっているよりも入力が速く感じて、フォームとしてはかかとが下がったフォームをそのまま巡行できるっていうのが最大の特徴かなと思うんですね。で結果的に、靴の角度がですねクランクの下の方に行ってる時もですね、かかとが上がりすぎないことでまた足が上がってくる時にスムーズに足が流れるんですね。これどういうことかというと、例えばかかとが上がってクランク位置1時から中力した時にそこをかくような動きになると、5時6時の位置でかかとが上がると11時12時でかかとが大きく上がるんですね。かかとが上がってこう巻き上げたものがかかとが上がって返すので、その時に少し戻す動きでアンクリングっていうのが起きちゃうんですね。これがですね一つのペダリングのスムーズネスをですね阻害してしまうものでもあるので、そのためにこう足裏全体でトルクを回して走るっていうのが綺麗なペダリングにつながるんですけど、そうすると中力の出遅れが始まってしまうんですね。それを埋めてくれるのがこのクリートであると考えています。ペダリングをするときに背屈と言いまして、はい、かかと側に視点が置かれると腰から力が入る。このペダリングは持久力を持久的に力を伝えていくのに適したペダリングであるんですけど、逆に言うと回転数が上がらないんですね。階段をダッシュするのと階段をゆっくり歩くのとかかとの高さの違いが出るように。でそこで起こるのが踏み遅れというかかとが下がることによって1時ぐらいの中力が遅くなることがあるんですけど、これはやっぱペダルの角度がかかとが落ちることによってスムーズなところが阻害されてしまう、それをこのゼンクリートだと、その1時ぐらいのペダル位置での中力の入りが速いので、こう足元の感覚からしてもスムーズに足が回るというところが一つのポイントです。で、逆にじゃあつま先側ですね、母子球側でペダリングをする人っていうのは足が入るのは速いんですけど前ももは持たないですね。なんでよくあるのがこうかかとが上がりっぱなしで漕いでる人が多いんですね。スプリンターとかも多いんですけども、に対してある程度持久的にバイク乗ったり腰が入るかかと位置でペダリングしてるんですね。上からトルクを乗っかっていく、上から体重を乗せていくようなペダリングが、今の自転車のジオメトリーからしても理想のペダリングに近いですね。この時にゼンクリートをかますことによって1時2時のあたりの中力の流れがスムーズになるっていうのがものすごく大きなことになってくる。それから片足で表現もできるんですけども、前に足を投げると足先に力が入ってかかとがずっと上がりっぱなしなんですね。に対して後ろに足を投げるとこう階段の一段飛ばしを踏ん張ってるような感じで足裏全体でトルクをキャッチするんですね。でこっちの足裏全体でキャッチするときに、トルクの流れがスムーズなところが阻害されてしまうのをこのゼンクリートが、フォローしてくれる。
がこのクリートの良さだと思います。でこの状態で走ってあげるとトルクキャッチの中力の流れが結果的にはこうスムーズな回転につながる。これを手軽に体感できるのがゼンクリートでしょう。それで、もう一つ大きな特徴は下駄が厚いのと、素材的にですね従来の、クリートよりも少し、マイルドな感じがするので、そうするとですね踏んだ時のトルクキャッチが、反動が足に来ないんですね。でこれ1回転2回転の話じゃなくて、やっぱり2時間3時間乗っていくと、相当なロスをですね、軽減できるんじゃないかと。これ実際にトルクで踏んでる時ですね、トルクキャッチがマイルドな分、足が残るなっていう印象を実際受けるので、ヒルクライムとかですね、ヒルクライム特にパワー使うんでかかと下がって入るんですけど中力が速い、このメリットも使えるし、すごくいいポイントだと思ってます。で、回転数が上がるんじゃないかっていう話もあったんですけど、それは中力の速さですね。そこによって自然と足が回る構図になるんですね。アンクリングも減るし、いいフォームをずっと保てるので、そこが、回転数がアップするというところのポイントになります。あとはですね、このクリートを使うことによって、そこの下駄が厚い分サドルが少し上がるんですね。僕の場合は、従来のペダルのクリートに比べたらそうですね3ミリぐらいは上がったかなと、3、4ミリの間で、調節してるんですけども、それもですね、メリットも大きいと思うので、下半とか上半とかのですねハンドルとのリーチも、また余裕ができますし、その分、レース志向の人はですね追い込むこともできると思います。